はい、どうもです。今回はですね、昆布締めっていう食材ですね。はい、というわけで、まさるチャンネルでは5回目ぐらいの出演でしょうか。毎年冬場の時期に採れる世界最大のコウイカでございます。今年も冬がやってきたなという感じなんですけども、これ撮影時期がね、今2月25日なんですけども、これ編集終わるの多分3月25ぐらいになってそうなんで、春じゃんって多分みんな思ってるかもしれませんけども、本日はそんな冬の味覚を味わっていこうかなと思います。というわけで早速観察していきましょう。1年でさ、プランクトンのこんなちっちゃいところからさ、こんなでっかくなるってさ、やばくない？めっちゃでかいよね。で、これ素潜りで取られたんで、ここに脳がありますんで、ここナイフ刺されてしっかりと締められてますね。ここにですね、炭を出す炭袋の口があるんですけど、ここがね締めてあります。はい、これ締めないとね大変なことになるんですよ。そしてイカの特徴としてのね、このエンペラ、やっぱコウイカよりもね何十倍もでかいんで、このエンペラもね軟骨がねしっかりと食感があってめちゃくちゃ美味しいんですよ。鶏軟骨のイカバージョンみたいな感じで最高にうまいです。で、足は10本あるんですけども、長いね、これ触腕って呼ばれる、触腕だっけな、確か触腕だったと思うんですけども、これをいきなりピュッてすごい速さで出して獲物を捕まえて、で口はねこのど真ん中にあるんですけど、このいかついね、このカラスのくちばしのような歯でですねゴリゴリと噛み砕いて、いろんな生き物を食べるんですね。はい、というわけでそんな感じの昆布締めなんですけども、今回ねかなり鮮度がいいということでですね、昆布締めでイカの塩辛を作っていこうと思います。そして昆布締めねめちゃくちゃうまいんで、みんなにも食べてほしいなと思って、うちの会社の工場長に一口サイズにカットしたやつの冷凍の商品を作って頼んでいいよって言われたんで、ネットショップ見てもらったらね昆布締め購入できると思いますんで、多分かなり数量限定なんでそんなに大量にはないと思うんですけども、ぜひチェックしてみてください。ということで早速さばいていきましょう。ではまず世界最大のコウイカってだけありまして、ここにですね非常に大きなコウが入っております。ということでまずこのコウからね取り出していこうと思います。で一旦ここの先っぽを切ります。でここで包丁を入れていきます。でこれね筋がね何重にもありまして、意外とね一発でいくのは難しいんですよ。はい、そしたらあとはねこれ特にね人間の骨とかみたいにくっついてるわけじゃないんで、これパカーって取れます。でかくない？これ結構大きいんですよ。ただね軽くて、100g ぐらいしかないんじゃないかな。中はスカスカで、はい。でこのぐらいになると水中銃で撃ってもね貫通しないことがあるぐらい結構硬いんですね。でなんか最近知ったんだけどさ、これペットの餌とかでさ使えるらしいね。カルシウム分をさ取るためにこれを砕いて食べさせるみたいな、そんな使い方もあるんやって。はい、そしたらイカの甲の下はですねこうなってます。つまりですね胴体部分の内臓を守ってるんですよ。もしかしたら時期的に卵とかも入ってるかもしれないですね。そしたら塩辛を作っていきますんで、まずは肝を取り出していきましょうか。内臓を傷つけないようにゆっくりと包丁を入れていきましょう。でこの時最も重要なのは炭袋を破いたら終わりだということです。これ冗談じゃないんですけど、どのぐらい炭がやばいかっていうと、 50m プールにこいつの炭ぶちまけたら多分 50m プールは真っ黒になりますね。そんぐらいやばいです。あ、卵が入ってる。見てください、卵が出てきました。イカの卵ね茹でて食ったことあるんですけど、めちゃくちゃ美味しくなかったイメージがあります。デラウェアみたいですね。可愛いんですけど、これがねすんごいモソモソしてて非常に味が悪いんですよ。ここに炭があんな、絶対に割らずにやるからな。ああそういう感じか、理解した。これがイカの肝ですね。でこれが炭袋を縛ってるところなんで、ここで切ります。そうするともう炭が出てくる心配はございません。無理やり取り出してやろう。難しいな。よし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 、取り出せました。イカの肝です。まずこれね、肝どんな味なんかね試してみましょう。ちょっと怖いな、めちゃくちゃまずかった記憶があるから。匂いはねコマセが腐った味みたいな匂いする。ちょっと待って、これ気合いいるわ。いくぜ。
ちょっと臭みがきついんですけど全然いけますね。イカの塩辛の味はちゃんとして、ただ臭いっすね。臭いのでとりあえず塩を当てて水を抜いていこうと思います。はい、というわけで今回は5キロの塩を用意しております。じゃあ入れますよ。ではこれの上にのせていきます。ドーン。これ塩当てしたらどうなるんだろう。水分量的におそらく10分もすればかなり水分が出てくるはずなんで、一旦ねさばくのに移りまして、もう一回ね見てみましょう。さてこの肝を取ったんですけども、次はですね墨袋を取ってみましょうか。うわめっちゃでかいなこの墨袋。これキルショットしたんじゃないか。墨を破るな俺。よいしょ、取れた。はい、取れました。であとはですね、もう内臓入っておりませんのできれいに洗い流すだけですね。で、その際にですね、こちらの胴体と足側ね外していこうと思います。これでこれで綺麗になったんですけども、こっからちょっと墨がどのぐらい濃いのかっていうのをねちょっと実験してみましょうか。で両サイドにイカ乳があるんですけども、この黒いのが墨ですね。ちょっと中で破っていきましょう。本当にやばいですから。ここに穴を開けます。では大丈夫か、飛び散らないか。出てきた。でこの炭ですね、イカ墨パスタっていう料理とかもありますけども、しっかりうまみの塊でございます。イカ墨パスタとか炭汁にすると非常に美味しいです。ちょっとまずいな、これ包丁にちょっとこれついてしまったんですけど、これやばくない？これ 50m プールを真っ黒にするっていうのもあながち嘘でもなさそうでしょう。ということでですね、20リットルのバケツをね用意しました。この中にですね 10cc レードルを用意しましたんで 10cc 入れてみましょう。見てください、わずか 10cc 入れただけでですね、ほらこれちょっとつけたら見えなくなる透明度、えげつなくないですか。これ全部入れてみましょうか、どうなるのか。はい、これはやばいでしょ。昆布締めのイカの墨ってめちゃくちゃ濃縮されてて本当にすごいのよ。はい、そしたらですね、ここエンペラをまず外していきます。エンペラが取れますと。でそしたらこうやって切っていきましょう。よいしょ。で反対側もエンペラを切っていくんですけども、ここだ、久しぶりだから包丁入れるところがちょっと分かんなくなってましたが、ここですね。よいしょ。はいはい、こんな感じでエンペラが2つ取れましたと。でこれは好みにもよるんですけども、皮ごと食べても美味しいですし、皮が苦手な方は皮剥いでもらってもいいんですけども、さすがにねちょっと皮余りすぎてるんで、ここら辺ちょっとね切って成形していきます。よいしょ。はい、いい感じですね。うまそうだな。これ唐揚げにしたらめちゃくちゃ美味しいんですよ。こっちは皮はそんなにいっぱいついてきてないんでこのままでいいでしょう。はい、そうしましたらイカのねよく見る形に成形していきます。ここに軟骨が入ってるんで、成形する時はここで落としていきます。皮はですね剥いでいくんですけども、基本手で剥げるんですけど硬いですよね、やっぱり昆布締めの皮は。OK でここは普通に食べれます。一応ねちょっとここ見てほしいんですけども、薄皮がですねございます。でこの薄皮を引いてあげますと、より食べやすくなりますね。はい OK です。でこれは、なるべくですね使いやすい形に切っておきましょう。これでもだいぶでかいですけどね。はい、そしたらね裏側皮ついてますんで、この皮もねひっぺがしていきましょう。よいしょ。この形でよくイカって売られていますよね。で筋を取っていきます。この筋をね取らないと刺身は硬くて食べれないですね。で反対側もついてます。もうせっかくできたからかぶりつきでは。ちなみに薄く切って食べるのがおすすめですね。はい、そしたら
なるべく一口サイズに切っていきましょう。はい、そしたらゲソでございます。ではこう切っていくと、ここにね口がでっかいのがあるんですよ。でこの口もねカラストンビって言って珍味として扱われたりとかもします。でこんな感じで外せます。こうやって外すとカラストンビとして非常に食べやすくなります。こんな感じの口してるんですね。めっちゃ硬いのかなと思ってたんですけど、そんなに硬くないんで、魚とかゴカイとかなら噛みちぎれそうですけど、貝とかカニとかはね難しいんじゃないかな。では開いていきましょう。イカはですね目食べないんで目を切り取っていきます。はい、そうしましたらこれで今ね何をやったかと言いますと、足のところに切り込み入れまして、足が全部広がった状態になりました。これで1本2本3本で触腕が4本で5本6本で触腕で7本8本9本10本とあります。でここについてるのがですね、これロートって言われる部分でですね、ここから水を吹き出して泳ぐ推進力に使ったりだとか、炭を吐き出すために使われたりしています。では足をね分けていきましょう。僕ねこれで足が切り離せましたと。イカって吸盤の中にね刃があるんですよ。鮮度がいいから取れんな。はい、こんな感じで、タコはないんですけどイカはねこの刃がありまして、これ全ての吸盤についてます。ほらちっちゃいのにもこの刃がついてるんですね。例えば小さいアオリイカだったりとかスルメイカだったら、これ取らなくても最悪全然食えるっちゃ食えるんですけども、このサイズになるとね噛み切れないんですよね。噛み切れないしイガイガしてて硬いんで、これを取らなきゃいけないんですよ。はい、こうしますと、ほぼ全てのこの刃の集合を取ることができます。この作業がですね結構めんどくさいんですよね。はい、そしたら、これを一口サイズにね、切っていきます。このね作業を怠りますと非常にですね解凍した時にまた切らなきゃいけなくなるんでめんどくさいんでね、食べやすいように切っていきます。はい、というわけでようやく下処理が終わりました。意外とですね水分が出てこないんですけど、これ大丈夫なのかな。でこちらが胴体ですね、めちゃめちゃあります。そしてこちらゲソだけで2キロぐらいありそうですね。はい、それでは塩辛ね1日ね肝を寝かしていきますんで、明日まで待っていきましょう。はい、というわけで1日経過しました。ちなみに塩辛のしっかりとした作り方を福井さんが知ってると思ってたんで、今日は感覚クッキングをやっていこうと思います。だってさ、ちょっと塩辛の作り方見たよ。イカの塩辛の作り方。でもさ、イカのさ肝ってさ普通小指ぐらいのサイズやん。小指ぐらいのサイズやからさ、こんなんに塩すればさしっかり塩がさ中まで入って臭い水分とか出ていくやん。拳目の肝ってさなんかめっちゃでかいやん。あの処理ができてるとは俺は到底思えないんだけど、とりあえずやっていきます。で福井さんも一緒に食べます。うわあ、結構水出てる。べちゃべちゃだ。意外と水分抜けてるんだけど。うわー、でもこれまだ水分抜けるな。もう一日抜いた方が良さそうなんですけども、時間がないんでもういっちゃいましょう。昨日塩漬けする前はこれほぼ液体でめっちゃねちゃだったんですけど、今は固体っていうかしっかり固まってますね。なんかもしかしたらうまくいってるのかもしれない。じゃあもうこんだけ量あればいいんで、これは福井さんちょっと匂ってみます。イカの匂いはしないですね。そしたらこちらはですね叩いていきます。絶対もうちょい水分飛ばした方がいいよなって感じはあるんですけど、でもこんなもんか、ねっとり感って。これはまずい。ただイカと合わせてみると美味しいかもしれませんからね。なんで臭みが抜けないんやろうな。酒とかとつけた方がいいのかな。酒っぽい味しますもんね、塩辛って。しないっすけ。ちょっと皆さん改善点教えてください。次拳目取れた時もう一回やるんで。
あまりにも臭いんで白ワインで。でもこれ見た目は塩辛じゃないですか。But it tastes bad! はい、ではちょっととんでもない食材をねちょっと作り出してしまったんですけども、美味しい食材も食べましょうということでですね、縁側の唐揚げとゲソの唐揚げ、こちら2品を作っていこうと思います。ネットショップでもね縁側とゲソ分けてね売られてると思うんで、もしね在庫あったらみんなも買って試してみてください。でこっちが軟骨が入ってるんですよ。この軟骨がねまた唐揚げにすると美味しいんですよ。でゲソもいくつかやっていきましょう。で味付けは今回はもうシンプルに塩コショウですね。醤油ベースのニンニク味とかで作ってみてもめちゃめちゃ美味しいですし、カレーとかに入れても最高ですよ。はい、では塩コショウぶっかけていきます。片栗粉をかけていきます。はい、まぶしていきました。セットで油をバカスカ入れていきます。ちょっと量が多いですからね。 OK。 よし、一発で全部いけそうだ。よし完成や。うおうまそう。これはデブまっしぐら。はい、ということで完成しました。いただきます。どんな味がするかっていうと、なんか釣りする堤防とかにさ、マナーの悪い釣り師がさ魚捨てたりしてるじゃん。あれを拾ってミキサーにかけてぐちゅぐちゅに腐った臭い液体をイカに混ぜたらこういう味になるって感じ。正直本当に魚系の生ゴミの味では、こちらまずはエンペラうまっ。ゲソゲソもうめえな。これはもう忖度抜きで福井さん食ってみてほしい。ジューシーで食感も良くないですか？昆布締めね、もうあと2月3月ぐらいまでしか取れないんですけども、入荷しましたら販売しますんでね、ぜひ皆さんね、季節のものとしてね食べてみてはいかがでしょうか。半年ぐらい冷凍庫で熟成させるとちょうどうまみがいい感じになるみたいですけども、これうまいわ。はい、ということでごちそうさまでした。普通のイカって言ったら言い方悪いんですけど、シーフードミックスとかに入ってるイカとかと比べるとかなりうまみすごくないですか？皆さんもねぜひ食べてほしいです。はい、っていうか本当に作り方教えて、コメントで。今度は失敗せず美味しく作りたいです。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの食べ応えは。硬さが常軌を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。